ナイトレイブンカレッジの生徒として誕生日のインタビューを受けられるなんて夢みたいだ。しかも兄さんのおかげでみんなの衣装にそっくりのギアに完走できて本当に嬉しい。そうだ、せっかくだから映像に残しておこう。兄さん、あと父さんと母さんにも見せようっと。映像？後で問いただすか。失礼する。誕生日おめでとう、オルト。今日は僕がプレゼンターを務めることになった。わあ、セベク・ジグボルトさん、ありがとう。今日はよろしくね。ああ、先ほど映像に残すと言っていたな。それはつまり僕の言動を記録するということか？うん。もし失敗したらマレウスさんに恥ずかしいところを見られちゃうかも。バッチリ決めてよね。ふん、貴様相手に失態など晒すものか。最初の質問を読み上げるぞ。飛行術は得意ですか、不得意ですか？難しい質問だな。そもそも僕はヒューマノイドだから、セレクさんや他の魔法師みたいにほうきに魔法をかけて飛ぶってことはできないんだ。では普段貴様は魔法で浮いているわけではないということか？そう、魔導エネルギー、電力と魔力のハイブリッドって言えば分かりやすいかな。ギアやアタッチメントを付け替えればスピードアップや長時間の飛行も可能だよ。僕の場合は魔導エネルギーさえあればどこまでも飛んでいけるし、複雑なコースの移動も一定の速度を維持しての飛行も難なくこなせちゃうんだよね。だからナイトレイブンカレッジの生徒になってからしばらくは飛行術や体力育成の授業は見学してた。セベクさんたちと違ってトレーニングをしても体力や筋力がつくわけでもないし。見学？先週あたりに他の生徒と一緒に飛んでいる様子を見た覚えがあるぞ。あ、見てたんだ。実は最近バルガス先生のサポート役として授業に参加するようになったんだよね。サポート役？助手ということか？うん。飛行術の授業中はクラスメートのほうきと並走してフォームやタイムのデータを収集してる。そのデータをもとにみんなの癖とか苦手部分を明確にして改善ポイントを提案するんだ。ふむ。飛んでいる最中の自分の姿を客観的に分析してもらえるというのは助かるな。でしょ？バルガス先生にもお前がいれば生徒の筋肉がさらに輝くって褒められたんだから。次の質問は魔法を使えてよかったことを教えてください。また難しい質問が来ちゃった。イマジネーションの元となる心は手に入れたけど魔法が使えるわけじゃないし、僕が使える機能は全部魔導エネルギーがベースだからな。魔法師養成学校の生徒として答えるなら回答はズバリ友達ができたこと。名門ナイトレイブンカレッジの生徒としての回答が友達ができたことだと？兄さんのガジェットとして学園に来たおかげでたくさんの生きてる人に知り合えて、生徒として授業を受けるようになってからはもっと大勢の人と接する機会が増えたんだ。この間のグループ学習は楽しかったな。グレートセブンの逸話について調べるやつ、セベクさんのクラスでもやったでしょ？ああ、4人1組でレポート作成を行うというなんとも非効率的な課題だな。へえ、セベクさんはグループ学習は効率が悪いって思うんだ。面白いな。その言い分だと貴様はあの課題を好意的に受け止めているようだな。みんなの意見を聞くと同じ逸話でも人によって感じ方が違っていてすごく興味深かった。感じ方？価値観とも言い換えられるかな。そしてその価値観は過去の経験、思い出と強く紐づいているってことに気づいたんだ。例えば茨の谷の出身者なら幼い頃から茨の魔女の逸話をたくさん聞いて育ってきてる。だからその分思い出も深くてディスカッションにも熱が入るんだ。正確性のあるデータベースより美化された思い出を正しいと思い込んでたりもしてね。美化された
ったと？茨の魔女は偉大なる大方。どれだけ称賛しても褒めすぎということはあるまい。そこまで言うなら今度は僕とセベクさんでディスカッションしようよ。この間の授業では僕がデータベースからソースを抽出して矛盾点は全部論破したけど、セベクさんはどこまで僕と渡り合えるかな？貴様のクラスメートと一緒にするな。僕は茨の魔女に関する書籍は数多く読んできている。へえ、ちゃんと論拠があるってことか。それならちょっとは期待できそう。じゃあ後でディスカッションの実施日を決めようよ。楽しみだな。最後の質問だ。休日の過ごし方を教えてください。いろいろあるけど映画や舞台のネット配信を見ることが多いかな。最近は寮の人やクラスメートと一緒にランチやお茶をすることもあるよ。ランチやお茶？貴様は食事をしないだろ。僕の目的はみんなとのおしゃべりだから。勉強や人間関係についての愚痴を聞いたりもしてる。くだらん。他人の愚痴を聞いて何になる？もっと有意義に時間を使ったらどうだ？面白いよ。人がちょっとしたことで一喜一憂してるのを見ると僕自身も学習できるし。学習？役になりきるときにみんなから聞いた話が結構参考になったりするんだよね。なりきる？ああ、貴様は映画研究会に所属していたな。人間との交流も糧にしているということか。この前の休みは映画研究会の活動がなかったから兄さんと麓の町に行ったよ。貴様の兄イデア先輩が外出したのか？スマホの GPS 機能を利用したゲームで一緒に遊んでるからたまに2人で出かけてるんだ。アイテムの入手スポットになっている店でモバイルオーダーしておいたフードを受け取ってホイッスルパークに移動したらベンチで食事。その後の計画を立てながらね。で兄さんが食べ終わったら公園内を歩き回ってアイテムを探したりバトルに挑んだりするんだ。ピクニックみたいで楽しそうでしょ？貴様の言うゲームがどんなものかはわからないが確かに悪くない過ごし方だな。僕も故郷にいた頃は両親それから兄や姉に連れられて近所の公園に遊びに行ったものだ。セベクさんも家族と仲がいいんだ。うちと一緒だね。僕も昔は兄さんそれから父さんと母さんも一緒に近くの公園とか森や川に行って遊んでたな。兄さんが部屋にこもりがちになってからは家族でどこかに行くこともなくなっちゃったけど。イデア先輩が外出するようになったんだ。いずれまた家族揃って出かける機会も持てるのではないか？あの人は外に出なさすぎる。キャンプでも旅行でも存分に連れ回してやるといい。そうだね。セベクさんアドバイスしてくれてありがとう。僕はプレゼンターだからな。この程度のアドバイスはできて当然だ。家族でアウトドアを楽しむ時には僕に何でも聞くといい。インタビューは以上だ。ではこのほうきを。青い花を中心にまとめられていてお前によく似合っているな。わあ、初めての専用ぼうきだ。まさかもらえるなんて思ってなかった。いろんな花が使われているんだね。ジェットで吹き飛ばさないように気をつけて飛ばなきゃ。このほうきを手に飛ぶ。それは名門ナイトレイブンカレッジの一員であるという証も同然。せっかくの誕生日に醜態を晒すなよオルト。もちろん。僕が飛ぶところしっかり見ててよねセベクジグボルトさん。今日のために作った特別なギアを大公開。集まったみんなを驚かせちゃおうっと。